鶴くんです。今回ご紹介するキットはプレックスさんから発売された東宝大怪獣シリーズのヘドラですね。それの55周年記念バージョンという風になります。このヘドラ自体は2017年ぐらいなのかなに一度発売されたキットの、再販的なものなんですが、55周年キットとして本体の塗装を薄めにしたということでネットのサイトの方に書いてありましたね。ヘドラのことを知らない方も多いと思いますが、ゴジラシリーズのゴジラ対ヘドラに出てくる怪獣になります。公害問題が騒がれていた時代のゴジラ映画という形で、かなりですね変わった怪獣になっています。ちょっとホラー風味が強いような感じで結構怖い怪獣でしたね。私も子供の頃に見てトラウマになるようなそんな映画ですよね。トラウマになるというか、なぜか結構惹かれるんですよね、このヘドラのデザインにね。ヘドラは水中にオタマジャクシみたいな状態でいて、それがどんどん成長してって陸に上がって空を飛んで最終的にこの成長期になるんですが、やはりこの独特の目とかですね、ビラビラした本体ですよね。なぜか結構惹かれるものがあるんですよね。自分としてはゴジラ対ヘドラは非常に思い入れのある映画というふうになっています。発売はプレックスさんから、販売はエクスプラスさんですね。プレックスさんはバンダイ製品の企画をやってるような会社で、エクスプラスさんはいろんな怪獣関係もですね、作ってるメーカーで、そういったところが協力して出しているようなそんなキットになっています。意外と箱の方はシンプルで、正面に怪獣の写真が載ってる以外は、ほとんど段ボール箱になってますね。裏にだけですね注意書きとかが載っている感じですね。ここに単3電池が2本いるよって書いてあるのは電飾がしてあるということですよね。では早速開封の方をしてみたいと思います。よっとよっとよっ、それではオープン。結構大きさがありますね。ブリスターをよいしょ。意外とシンプルな内容になってます。こちら箱の横にマニュアルがくっついてますね。それではブリスターオープン。こちらが本体の方ですね。ビニールで包まれてる感じだな。目がツヤツヤしてますよよいしょ。それから尻尾の方ですね。こちら尻尾の方が別パーツになっています。よいしょ。これは一見プレートのように見えたんですが、電池ボックスですね。これが一つ付属しています。ではキットの方を細かく見ていきたいと思います。それではヘドラのフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。こちらのフィギュアはちょっと大きめのソフビみたいなイメージですかね。だからあまり細かいディティールがあるわけではないんですが、こちらの本体の方は頭部と腕と足ですね。あと尻尾の方が別パーツになっていて、本体の方にはめ込んであるという感じになっています。残念ながらはめ込んではあるんですが、稼働するかというとほとんどしません。頭部が若干回せるぐらいですかね。こういう腕の内側とかはですね、どうしてもへこんできますんで、別パーツ化しなきゃいけなかったという感じなんでしょうね。また頭部の方もですね、別パーツ化することによってこの隙間が生じてですね、より立体感が出ていると思います。この2つの目については本体に塗装ということではなく、
別パーツ化されています。かなり光沢のある部品でできています。さすがにこういった目の光沢はソフビの素材では表現できなかったと思います。目の方の部品もですね、かなり細かく作られています。全体的なシルバーがかかったような塗装ですかね。そんな感じになっていて、少し茶色や黄色ですね、そういった色が混じってきています。頭頂部はこの黄色で結構亀裂が入っていて、映画で頭部が膨らんでくるような表現があったんですが、そういったものをですね、思わせるようなディティールになっています。また後ろの方はこの背中の部分ですね、こういった部分が細かく塗り分けされています。こちらの尻尾の方なんですが、別パーツになってまして、後から本体に差し込む形になっています。ちゃんと裏側もですね、黄色く塗装がされています。ディティールの方もですね、シワっぽいところが結構細かく再現されています。さすがに尻尾が稼働するということはないんですが、その分ですね、無理なディティールになっていませんし、結構細かく造形されていると思います。色の方もですね、ちょっとシルバーがかった色とこの茶色ですね、こういったものが混ざってですね、なかなかいい雰囲気を出していると思います。この尻尾の先をヘドラのこのお尻の穴ですね、ここに差し込むという形になります。で若干回すことは可能なのかな、そんな感じの尻尾になっています。今回のフィギュアの特徴として目が光るというギミックがあるんですが、電源の方がですね、こちらの足の裏ですね、この足の裏の部品ですね、これを外すとここに差し込み口が出てきます。この付属の電池ボックスのこのピンジャックですね、これをこの穴に挿すという形になります。電池の方はこちらの電池ボックスに単3電池を2本ですね、入れることになります。それでは目の点灯の方をですね、オンにしてみたいと思います。スイッチオン。光りましたね。ちょっとね、期待していた光り方よりはかなり暗めだったりはするんですが、やっぱりですね、ヘドラって暗い中で目がボーンと光ってるところがなかなかいいんじゃないですかね。ただやっぱり残念な点はですね、この黒目の中まで光っちゃってるんですね。透けて光が通っちゃってる感じですね。このキットを買った人はやっぱ光量不足っていうのをすごく感じるんじゃないかなという気がします。本体の方はLED なんでしょうね、が仕組まれていて、電源部が個別になってるということで、そこら辺をうまく利用してですね、今回こういったですね、簡単 LED というキットをですね、使ってみようと思いました。電源を入れると普通に点灯するんですが、このスイッチの切り替えによってですね、点滅したりとかですね、いろんな点滅の仕方をすることが可能になります。このキットの面白いところは、ここにボリュームがありましてね、光る速さを変えることができるんですね。これをですね、個別に用意したジャックの方ですね、これに差し込んで、当然こういった改造はですね、自己責任でお願いします。で、この足の差し込み口に差して、でまた照明を消します。スイッチオン。なかなかいい感じで光りますよね。これの電源自体は USB で供給されてますんで、電池は使わないパターンなんですが、キット自体は電池版とかもあったりします。今回は USB 版をですね、使っています。このボリュームを回すことによってですね、光量を変えることができるんですよ。だから付属の電池版に比べると、かなり明るく光らせることが可能になっています。照明をつけた段階でも
この明るさがはっきりわかると思います。さらにこういった点滅系の表現もできますので、こういったキットを使ってですね、自分なりに遊ぶのもありかというふうに思います。言っときますけど、くれぐれも自己責任でやってください。で、あと尻尾の方なんですけど、尻尾の方はですね、このでかい尻尾をこのお尻のところに差し込むという形になります。ただしソフビあるあるですけど、単純に差し込んでも固定はできません。またドライヤーとかですね、そういったものを使って口を柔らかくしてから差し込むという作業が必要になってくると思います。これがですね、なかなかに厄介な作業、特にはめた後に取るという作業が非常に難しいので、今回はちょっとはめずにですね、置きたいと思います。ただですね、ちゃんとはめずにですね、やっても差し込み口が見えなかったりするんで、ずっと飾っておくという気がない場合はですね、ごまかしてもいいかもしれません。キットの方は大きさが30センチぐらいありますので、ソフビ的なキットではありますが、それなりにですね、ディティールが再現されていて迫力のあるキットになっていると思います。若干高額なのが気になるところと、やはり目のギミックがですね、少し物足りなかったのかもしれませんが、めったに出るようなキットでもありませんので、ヘドラファンの人はこの機会にゲットしてみてもいいかもしれません。それでは今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。